テキラドも14です。今回はね、明けましておめでとうございますというわけで、1月2日の朝でございます。1月1日の分がね、まだレジェンドリーグ1回も攻めてないので、8分の8アタック残っております。新年一発目のアタック、早速やっていきましょう。今年を占う、2022年を占うアタックとして、早速やっていきましょう。はい。シングル3本。これは、大凶引きましたね。とりあえず、今年の運勢は良くなさそうですが、どうしようかな。シンプルタンク比やってもいいな。そうすっか、一旦。で、兵器を切り替えて。キングどこで使うかだな、これ。一旦、ここをベビな、いや、戻るな。これでどっち行くか次第だけど、多分、そうだよね。戻るんで、このままタンク比の流れですね。回収は残しとかないといけない。危ねえ。ナイスリクスケ。バカ、なんでリクスケから殴らんのお前。だる。上行け。ラバーを殴るときにレイジをかけることで、レイジ能力がしっかり乗っていくと。上切っといてよかったな、これ。これで赤バックとか出しとくとね、ガゴとか出しとくとね、赤バック対策にもなるんで、はい、引っ張り抜けれましたよと。もう一個あるでしょ、そこに。惜しかった。暇なんで投げときましょうか。あっちは上に巻いたし、テスラも全部出たし。これはね、そうだな。金庫開けたいね。対空砲が手が届かない位置なんで、AT に撃たれてるけど、それは無視。ここ、そっち行く。切れてなかったか、上。やべ、開けちゃった方がだるいな、これは。来た。1。よ。余裕だな、これは。上がほっといても取れるんであれば。オーケー。ブーメランはシュリーフィニッシュ。月量さんでしたか。というわけでね、今日はこんな感じでレジェンドリーグをぐるぐる回していこうかなと思います。これは見知った配置ですね。こんにちはと挨拶をしつつ、この場合新兵器どっかにさせないかな、うまいこと。キングとロイちゃんもなんか微妙な感じするんだよな。シンプルボマーでいいっすね、この配置は。暇なんでベビドラでも出しておきつつ、このタイミングでボマーに切り替えていくと。レイジを置いて、クイーンと当たります。穴開け追加します。それ広がる。よかった。ここで援軍が出てきます。フリーズを構えておきつつ、はい、これテスラからナイス。それはナイスすぎ。オッケー。長いな、ポイズン。ポイズンまでが。ジャストでやると殺さない、死なないんですよね、これ。一応右見つつ。
うわはいえ。ウィザード向いてるわ。優秀なウィザード。うん。問題ないですね。やることないな、こいつ。外周回しとこうか。ほい。オッケーオッケー。良さそうですね。はい、というわけでね、こっからはね、見ていこうと思います。さすがにあのままのテンションでね、1時間ずーっと喋り続けながらやるのはめんどくさいなと感じたのでね、ここから先は撮影しておいたやつに後乗せで声を乗せる感じになると思います。これね、まあ、編集中に声を入れるか、撮影中に声を入れるかでね、そこの声の、なんかあれがね、ちょっと変わるんでね、同じマイク、同じ撮影スタイルでやってるんですけどね、ちょっとそこ面白いですね。はい。というわけで早速やっていきましょうか。まあ皆様、改めまして、明けましておめでとうございます。これがね、僕にとっての新年、まあ最初のクラクラであり、まあ撮影になっております。1月2日に撮っております、これは。はい。声も全部1月2日で、1月2日中に出す予定でございます。まあ最近はね、結構ね、ガクとのコラボ動画だったり、これからもちょっとガクと企画したものをね、まだ、編集中でまだ出せてない動画がいくつかストックありますので、ぜひそちらをお楽しみにという形で。まあ、そうだな正月はね、静岡の方にね、友達がいるんでね、そっちに遊びに行ってきてました。まあ、富士山がたくさんあったり、まあ、富士山はたくさんないね。嘘ついたわ。1個しかなかったっす、富士山。まあ、2個ぐらいあってもいいのかなって思うんですけどね。1個しかなかったっすね。まあ、1個見つつ、まあそんな感じでなんかいいなと思ったら、まあクラン城がね、いくつか立ってたので、それを見に行ったりとか、あとはなんだろう。あと何したっけな。あ、そうだ、爽やか食いに行きました。爽やかって知ってます皆さん。静岡にしかないなんか、チェーン店のハンバーグ屋レストランみたいなね、感じで、げんこつハンバーグっていうのがすごい有名らしいんですけど、まあ、僕は今まで食ったことがなかったんでね、わざわざ食べに行きましたと。めちゃめちゃ美味しかったですね。まあ、見たことない方はぜひ検索してみてください。まあ、静岡で結構有名なチェーン店のハンバーグ屋さんらしいです。まあ、そうだな。そこでね、結構まあ、クラクラとかゲーム関係ない人たちとね、しばらく、まあ、いろいろお話とかもしつつ、なんだろう、現実に帰れるじゃないけど、なんか、久々になんだろう。全くゲームとかクラクラとかを一切意識しないような日だったんで、はい、ここ、インビジブル持ってなかったんですね。手に持ったと思って撃ってたんですけどね。撃ってなかったですね。どんまいと思いながら。そうだななんか、あれと違って、なんだろう。なんか毎回そう思うんだよなリア友とかと会うと、毎回なんか現実に引き戻されるじゃないけど、ゲームしてる暇がないなっていう、逆に。なんかめちゃめちゃ、遊びじゃないけど、会話とかなんかその人と1対1の会話を楽しむような感じになるのでね。まあなかなか。久々になんだろう。リフレッシュしましたね、ただ。まあ、富士山とか城とか、いろんなものを見てリフレッシュしました。まあ、個人的にもいろいろと刺激になりましたね。なんだろう、ゲームやってない人たちと絡むの結構、リセットというか、リフレッシュにはなりますね。なんか、良くも悪くもなんかゲームのことを忘れられるというところでは。まあなんだろう。久々に旅行してなんかね、コロナ禍の中、なかなかそういう機会がなかったんでね。まあいろんなとこに行くのはすごい楽しかったですね。めちゃめちゃ歩いて疲れたけどね。普段外あんまり歩いたり出たりしないのでめちゃめちゃ疲れました。2万数歩歩いてたっていうね。万歩計によると。めちゃめちゃ疲れました。筋肉痛になりかけた歩くだけで。
今回クイヒやっていくんですけどね。クイーンがね、くるーっとどっか行っちゃいますね。まあ、この後っていうか、しばらく後なんですけど、まあ想定通りのルートに綺麗に入れてるんで良いですね。ほい。このまま、インフェルノターンの方まで穴開けしてあげればタウンホールが外から抜けると美味しいですね。しっかりウォールブレーカーもついていってくれて、パーフェクト。さあ、あとはなんかキングが一周流しつつみたいなイメージですね。で、どうするか悩んでいきましたが、ありりーと、皆様お気づきですね、もう。これ入らなくねと。入んねえな。じゃあ、インビジブル使うかってことでね。はい。綺麗に全部消えたんですけど、そのままぐるっとどっか行っちゃったんでね。まあ、これはドンマイだということで、諦めましょう。まあ、やっぱね、新兵器入りのクイヒーラバル、新兵器が出てからのレジェンドクイヒーはね、まあ、てか、レジェンドずっとやってなかったんであれなんですけど、新兵器強いはやっぱ、これボマ使うんですけどね。いることだけだよ、なんかとりあえず出しとけばいいみたいな感じになったりするんでね、面白いわ。さあ、レイジを浅めにガンガンかけていって。呪文は余ってるけどね、クイヒーが入らなかった分、クイヒーに使えなかった呪文がたくさんあるんでね。さあ、レイジをかけていくんですが、全バルーンが落っこちていきました。ギリギリの展開になりそうですね。うん。なんだろう。そうだなぁ。結構いろんな色語っちゃったからな、他の動画で。今年の抱負だったり目標だったりは Twitter の方で言ったし、前回のね、明けましておめでとうございますの方の動画でもね、いろいろ言いたいことは喋れてるんでね。まあ、じゃあ、いつも通りやってきますかって感じですか。まあ、ちょろっとね、前回、ガクトの対談の時だったかな。あと、新年明けの方でも言ったかな、どうだったか忘れちゃったけど、まあ、今月末にね、クイーンウォーカーズカップの第2回をやろうと企んでおります。16チームです。そろそろね、発表できるかなと思います。クランの方はもうすべて決まりました。うん。まあ、いろいろと今、ね、うちのクリエイター陣がちょっとそろそろいろんなものを作ってくれ始めているのでね、まあ、その辺でき次第発表していこうかなと思いますが、やるってことだけはもう確定して、もうチーム集めたりとか、もうサーバーだったりを作ってもいろいろ動いておりますのでね、ぜひ、前回のクイーンオカズカップもね、結構楽しく盛り上がったんでね、今回も絶対盛り上がると思うので、ぜひ、遊びに来てください。ということだけ、とりあえず、はい、言っとこうかなと思いまして。ユニコーン延命すんならこれ、レイジ初手打ちでもう、マルチまで打ちに行くべきでしたね。ストライカー出てくるかなと思ったら、ネクロが出てきたんで、ちょっとそこの判断が遅れた感じですね。ストライカー用にフリーズ構えてたんですけど、そしたらどっちにしろレイジかけなくても折れるかなと思ってたけど、あらまあという感じで。まあロイヤルチャンピオン付け出しつつ、さあボーマー投げつつ、ラバルスタート。こんな感じでやっていくとね、若干広がっていくので、あとは外周膨らまないように、少しずつ外周部から囲っていくのがコツですね。この手のやつはだいたいクイヒこのルートでやりつつの、なんだろう。リガーホグはあんまやんないからだけど、ライダーとかもだいたいこんな感じになるし、クイラバもそうだし、トンがね、ロイちゃんギリギリかからなかったんで、かかれと思いながらやってたんですけど、かかんなかったですね。さっき同じような配置あったような気がするんですけど、その時よりはもっと余裕になってますね。1日で2回も同じ配置を引けたんで。しかも昔からある配置ですからね。さあ、適当に選んでったんですけど、今日はね、結局8分の6前回だったかなって形でしたね。運勢的にはどうでしょう。微妙なところでしょうね。
これからね、また、もうちょっとここ何日間か。12月31もね、ホテルでバーって詰めて、その時はホテル取ったんですけど、初日は。何もかんでバーって詰めて、そっから、まあ、ほぼ2日間ぐらいは、空き時間が作ることができたんでね。まあ、そんな感じで、楽しくオフ生活を楽しんできました、正月です。皆様、正月はどのようにお過ごしになられたでしょうか。まあ、1年に1回ぐらいしか会えない友達とかとね、こうやって会えるのもなかなか楽しいですね。めちゃめちゃリフレッシュにはなりました。まあ、家族だったりね、遠方にご帰宅なさる方々もいると思うんですが、東京から静岡ってね、あんまり大した距離ではないんですけど、それでもやっぱなんか、すげえ楽しかったわ。旅行って感じがしたわ。これね、この配置大体こういう、間違えたんだよね、これ。ボールブレーカーとバル間違えましたね。たまにやっちゃう。距離近いから。こんな感じでやっていくんですけど、対地じゃないクロスボウだとヒーラーが無限に打ってくるんでね、ちょっと今後この配置どう攻めるか悩み中ですね。ヒーラー打たれるのがうざいなっていう。ヒーラーの角度、最初はつけずにとかできるかな？耐えれるかなあいつ。無理よな、さすがに。ヒーラーの角度どうなんだろうな。対空砲は拾いたいから結局外周部流すのは、一層目開けないで外周ぐるっと回すのもなんか微妙な気がするんでね。いいクロス置いてるわって感じで結論フィニッシュかな。下、ね、こんな感じでね、もう全ユニットとラバー全部にかかるようにトームバコーン行くのが、こういう配置攻めるときのコツですね。もうめちゃくちゃだけどもなんか全ユニットぶっ込んでトームに合わせるみたいな。もうそれが最強、結局。で新兵器はね、ほっといても、陸助だったりなんか引っかかんない限りは、勝手に破壊してくれるんで、タウンホールの方はこういうの。で、そうだ。呪文をね、普段使ってたクイラバの形からちょっと変えたんですよね。ガクとね、ちょっとレジェンド振り返り動画をね、実は撮影したんで、その時もちょろっと話すかなと思うんですけど。レイジを一つ増やして、フリーズとヘイストをなくした形をちょっと今試してます。やってみた感じ、この辺呪文構成が一番確かにレジェンド安定しそうという感じでしたね。強い。さあ、ラストタック。僕今まではね、レイジさん、フリーズ3、ヘイスト1、インビジブル1っていう形、ポイズンは援軍でもらって、レイジポイズンを援軍でもらってね、そんな形を試してたんですけど、ガクが今ね、この呪文構成、レイジ4発フリーズにインビジブル1でポイズンとレイジを援軍にもらってって形で、ヘイストをゼロにしたクイヒーラバルっていうので、レジェンド上位の人結構いますよーつって教えてくれて。ガクは突イエティでやってるんですけど、中身はね、僕はライダーの方が結局、両方試したんですけど、絶対ライダーの方が強いわっていう。俺の使い方だと結構ライダーの方が強いなと思っちゃったんで、ライダー側に。一応ね、突イエティの形も1日だけ試したんですけど、結局、これなら、ライダーの方が強そうってなっちゃったんですよね。新兵器使うことも多かったりするんでね、新兵器からのイエティってやっぱ微妙なんですよね。10日弊社から出てくるイエティみたいな感じで、全然もう、今更出てきてもっていう。しかもレイジ、突イエティの時は当然突イエティが一番強いんですけど、突撃艦を使わなかった時のイエティの仕事の少なさね、ボマー使いたい配置とかも当然あったりするし、そういう感じで考えていくと、なんだかんだライダーの方が安定かなってことでライダーにもしましたね。で悩んだギクキングここ出したんですけど。はい。要するにこの対空砲の対1クロスのところに突っ走っていただくと、これキングの投げて美味しそうなところ一個もないんですよね。
キングに捕まっちゃう、キングエングに捕まっちゃう12時、微妙すぎるでしょ、そんな。さあ、いろいろかましていって。下側もね、食い火だけで完結するから、キングの使いどころって結局ここが一番強いんじゃねっていう。援軍処理ぶち開けるし、ロイちゃんの盾になるような、こういう使い方が、まあ一応キングで一番強い場所なんじゃないかなと思ってそうしました。はい。結論でもなんか普通に一番強そうだよね、ここが。今回は突イエティとかの方がね、まあでも、突イエティみたいな使い方を今やってったんですけど、ライダーでもこうやってできるんですよね。まあイエティだとね、援軍を釣れるとかそういうメリットがあるんで、突イエティじゃないとできないこともたくさんあったりはするんですけど、まあ新兵器とボマーを使いたいことがね、個人的には全然あるなと感じたのでね、まあ僕のクイヒースタイルには、呪文構成はこちらで、援軍ライダーがいいのかなと思ってます。はい、というわけで今回はこんな感じで終わると思います。皆様新年一発目、クラクラ。どんなアタックになりましたか？前回取れましたか？何%でしたか？というわけでね。まあ僕はなんとか前回スタートで始まったので今年こそはというところでね。まあ元気にやっていきたいですねってところで、まあ Twitter の方でもやったんですけどね。まあ一番はやっぱ楽しくやりたいですね。楽しく、ネガティブなことは言わないようにしつつ、ポジティブにね、クラクラと向き合っていこうかなと思います。今年もね、まあ日本のクラクラ界をね、盛り上げたいなと思っておりますので、ぜひ、まあ YouTube を中心にまずはね、活動していこうと思いますので、ぜひ皆様も協力していただけると嬉しいです。というわけで今回こんな感じで終わると思います。チャンネル登録お願いします。さよなら。